CT が上がってきたらその後最初3泊から3、4、3泊からこの周りに研究者が取り付いてですね、自分の欲しい海水サンプルを、自分が用意した瓶に取っていくという作業になります。今日は、午後にある溶存酸素の、分析用の海水サンプルをこの瓶に取っていくというのを皆さんに実験の方で取り方説明していけばいいですか。はい、ではですね、まず最初に、酸素瓶というものをご紹介します。本体と蓋とあります。で、すりガラスで蓋をします。この瓶はですね、ここに 100.5ml って書いてありますけど、閉じた時の中の容量が正確に測ってあります。で、要は、取った海水のボリュームを決めておいて、後で濃度をミリリッターパーリッターとかマイクロモルパーキログラムとか、計算しますので、容量は決まっています。ですので、これちょっと欠けてしまったり傷をつけたりすると、正しい値が取れなくなりますので、取り扱いにご注意ください。溶存酸素の海水サンプルを取るときはですね、こういったチューブを使います。この採水器から海水が出た途端、大気と触れて酸素濃度変わってしまいますので、大気と触れないようにこういったチューブを使います。皆さん採水するときはチューブを1本取っていただいて、最初にここにはめます。そうですね。この採水器、上に空気穴があります。これを開けないと採水口を開けても出てきません。これを開けてちょっと押すとペット出ます。ですから最初にこの採水口を開けてください。ペットボトルのキャップと一緒です。のの字の反対の方向に回すと、開きます。これたくさん開ける必要ないですかね。ちょっとだけ緩めればいいです。でこの採水口は押し込むと水が出ます。引っ張ると止まります。後ろの人見えます？押し込むと出る、引っ張ると止まる。でよく見るとですね、この採水器の採水口のところに金属の棒があります。この棒は、不意に口が開かないようにストッパーになってます。ですのでこれちゃんとこの丸い円盤に開いてる穴の位置をですね、ちっちゃい穴が開いてるんですけども、この金属の棒と位置を合わせてこうやって回りますからね、ちゃんと穴の位置を棒の位置と合わせてから押し込むようにしてください。こうですね。これなんか変な模様がついて穴と間違える人いますけども、その状態で無理やり押し込もうとするとピンが折れてしまって台無しですから、必ず位置を合わせてから押し込むと。こうですね。私片手でやってますけど、硬いなと思ったら両手でやっていただいて結構です。